今日の朝です。私は起きました。起きて朝ごはんを食べました。でその後、自分の部屋に行って自分のクローゼットを見て、さてどんな服を着ようと思いました。何を言いたいかね、ここにいる時に皆さんに私は頭良さそうに見られたい、お母さん親御さんが来てたら、よくできるそうな先生だなと思われたい。そうやっていろいろなものを考えた上で選んだ服装がこれです。合ってるかどうか分かる。皆さんもそうでしょ。今日どんな服着ようかなと悩んだでしょ。どんな髪型にしようかなと思ったでしょ。それが、私と皆さんとの関係です。自分が選んでる気になってるかもしれないけど、実は皆さんは皆さんの周りの人に決められてるんです。どんな格好をするのか、どんな態度をするのか、どんな言葉をしゃべるのか。それが今の私とあなたたちの関係です。ではそれが日本と海外との関係になったらどうだろうということです。皆さんよく日本の文化、日本の伝統、日本の芸術という話を聞くと思います。日本のってつけるときには絶対にその先があるんです。例えば経済産業省がやっているクールジャパン、2010年から始まりました。そのキャッチフレーズは、衣食住やアニメ、ドラマ、音楽をはじめ日本の文化やライフスタイルの魅力を海外に伝える。つまりジャパンとか日本という言葉を使うときには、常にみんなは海外を意識して物事を考えていると、そういうことなんです。ではちょっと歴史の話をしましょう。日本人が日本の文化を積極的に海外に発信しようと思ったのはいつなんだろう。外国を意識して我々は日本人だと言わなければならなくなった時代、日本が世界に進出せざるを得なくなった時代、それっていつですか。明治時代の終わり頃から江戸時代の終わり頃から明治時代、国がずっとそれまで閉じていたのを初めて開けました。そこで初めて気づいたんです。私たちは日本人だということ。それまでは隣の藩の人が敵だった。でもそれが初めて日本人が一つになって、そして海外に出ていく。その時に外国人と日本人の違いを初めて理解した。そういうことです。開国1858年、これが私たちが日本です、日本人ですって言い始めた、現代の日本文化につながるきっかけになった年です。で皆さんはこれから大学で勉強して4年間勉強して卒業して、その後海外に出ていく人もたくさんいるでしょう。その時に初めて気づきます。自分たちは日本人だということで、日本人だということを初めて気づいた時に、じゃあ私たちは日本人っていうのは海外の人とどう違うのかっていうことを理解しないといけない。つまり海外に出ていきたい人は自分が日本人であることをきちんと理解しないといけない。そういうお話を、じっくり考えてみたいというふうに思っています。